こんにちは。今回は佐藤近藤佐藤さんがゲストに来てくれました。ありがとうございます。すごい YouTube で共演なんて。いや、そうだよ。呼ばれて出てきたよ。いやいや本当になんかこんな時代がね来るなんてって感じでしょ。だって私たち YouTuber になるとか思ってなかったよね。自分 YouTuber だって思ってない？思ってないよ。思ってる？ YouTuber だよ。YouTuber ない。これ YouTuber っていうの？いやいや、YouTube をやってる人は YouTuber なの？そうです。もう立派な YouTuber ですよね。そうだよ。だからもう本当にえりこのYouTube だけを見てる人にとっては、もう中村子さん YouTuber だよね。20年ぐらい前に子供たちのさ、なんか将来になりたいね、職業 YouTuber ってなった時に、あ、世も末ねって思ったけど、自分たちがなってる。今びっくりよね。いやなんかもういいねと思って、幸せねと思って。楽しいね。でもこういう形でいろんなことが発信できるというのも、だから昔だったらそれはってこう避けて通ってきた。だってネットの世界だよ。そう。私たちフジテレビ入社した頃って携帯電話持ってた？入社して何年目かでこんな大きいこういうアンテナこれ立てる。持ってた？こういうの。それはすごいセレブだよ。これ変えた人すごいよ。これ持っててしもしもでしょ？どこ行くにもアンテナでないとね。みんなディレクターさんとか窓にずーっと携帯が並んでるみたいな時代。私はしもしもからもう少しちっちゃくなったけどアンテナ立つよみたいなのからだから私本当にこのペットボトルぐらいの大きさの時よ当時アナウンス室でも電話を持ってたのが一部の先輩だと報道の方たちがポケベルかこういうのを持って借りてるのはあったけど、個人で持ってる人はまだ少なかった。そんな時代で、コンピューターもさ、私初めて買ったのが Mac のこんな昔のなんかテレビみたいな。それ持ってたの？会社員時代。持ってたよ。なんていうの何？パソコン？そう、デスクトップのパソコンとか持ってなかった。会社員時代？そうですけど、私秋葉原に買いに行ったよ。持ってないよそんなの。そう、それでメールとか、個人利用だけど、あとワードってまだあったっけ？ちょっとでも多分時代がさ、なんか今ちょっと行ったり来たりしてない？いや、Mac のデスクトップのこんなでかいのって多分90年代にもあったの？あったよね。あった、ほらあった。だって私はアナウンス室になんかこう大きいのがあって、そこで出張伝票とかを入力してくださいって言われたんだけれどもその出張伝票をここで入力することが嫌で出張伝票をずっと入力しないでいて経理から怒られたの。で、嫌っていうのはどうして嫌だったの？得体の知れないものになんか触るのが嫌でとうとうずっと何回か分の出張伝票とか立て替えをやってなかった。中村さん多分いろいろ請求がありますよねって。もういいです、私の請求いいですって言って珍しいタイプなの。お金いらないですみたいな。この機械を触るのが嫌だったの、それぐらい。だから佐藤がそんな個人用の Mac を持ってたとか、びっくりした。今も Mac 持ってるけど、なんていうの、ほとんど使えてないけどね、無用の長物っていうか猫に小判っていうか昔から本当そんな感じなんだけど、でも一応持ってるよ。だから秋葉原でこんなでっかいの買って置いてなんかやってたけど、こんな時代が来るとはもちろん思わなかったけどね。でも今は海外にいるから PC とかさ、もう使いこなしまくりでしょ？じゃないの。だから私パリに行った時にデジカメというのを使い始めた。ちょっと待って、2000年ってデジカメしかなかったんだっけ？スマートフォンはないよ。あとフィルムの写真。フィルム写真は昔からあるよ。めっちゃ昔からあるよ。なんかそのデジカメ日記みたいなのをやってくださいというオファーがあってデジカメというものを持ったの。そこにカードが入ってて、そこに情報が入って、それをパソコンに取り込んでパソコンで写真を日本に送れるの。パソコン持っててデジカメ持ってるのに、このカードを郵送してたの、日本に。なんだっけあれね、なんだっけ SIM カード、なんだっけ SIM じゃない SD カードだ。 SD カード、ごめん、SIM カード郵送してたの。そう2000年の初めそういうことをしてた。で原稿は全てファックスで送ってたの、2000年代に。
もうパソコンの話じゃあ時代がさなんかずれてるからちょっといや2000年代ってファックスだったっけって思いながら、いや多分もうねあったよメールだったファックスもあった。あったよでももう途中から編集者の方にファックスで送るのやめてくださいって言われもうて困っちゃって困っちゃってお二人91年入社、91年入社ですそう91です。初対面の頃の印象とか、そして入社当時の思い出エピソードみたいなのがあればちょっとお聞きしたい。でももう初対面は入社前のそのアナウンサー試験って言っていいのかなんだっけあれは採用試験だよね。採用試験の時がもう初対面で、もう佐藤はその時から佐藤だったなんだそれ近藤佐藤ですってもう自己紹介からもうパキパキ最後がちゃんとですのすの割り方がプロフェッショナルで私はびっくりした。全然覚えてない。佐藤はあの時から出来上がってたんだもん。本当アナウンサー採用試験いからやなんか全然できてなかったんだけど、アナウンサーってこんな感じよねみたいなイメージはあって、そこにこう自分を作り込んでたっていうのはあるかもしれない。でもほら作り込む技術があったところがすごい、まあほら大学がそういうのやってたから放送研究会とかっていや私はね朗読あそう朗読研究者そうにいて、でも NHK を中心にもう各メディアでもうアルバイト三昧だったから大体業界は分かってた。フジテレビだけ知らなかったんだけど、だからなんとなくテレビ局ってこんな感じとかアナウンサーこんな感じっていうのはあったけど、エリコは全然なかった。あった？何もない。ゼロで行ってみんなそのすごいちゃんと自己紹介ができる人たち。いやいや自己紹介はできたでしょできたでしょ。でもその自己紹介の仕方がなんかこう違ったのみんな。確かそのアナウンサーのアナウンスセミナーそう30人ね30人ぐらいが残されて1週間研修を受けて、そこで最後にまた面接があって進んでいくという、そのセミナーの初日に会って、当然みんなが自己紹介をする時にも佐藤はずば抜けてて、でもみんなねやっぱりこういろんなそういう勉強してた方たちも多かったからみんなすごかったけども、そう華やかな人が多いイメージで多かったバブルの直後、もうバブルは弾けてたんだけどだけど91年だからいわゆるバブル絶頂期を大学生で過ごした人たちの採用試験だったから、私面接の時にお気に入りのスーツで行ったの。そういうレベル。大学生のお出かけ用スーツで行ったの私。どんなんだったの？ストライプかなんかのこういう大きな襟の多分スーツで、でもフジテレビの採用試験は紺のスーツの人あまりいなかったよね。こういうショートパンツのジーンズの人と一緒見だった。た？もうボディコンシャスなワンピースとか、あとボディコンまだね残ってた。で、あとメイクもみんなすっごいしっかりしてて、だってもうレースクイーンとかが華やかなりし頃だから、そうか。どうするこれみたいな人、稼ぎが喋ってるといや時代が違う。大丈夫かな？古すぎるんだけど話が。大丈夫？多分その時点で1000人ぐらい残ってて、面接があって30人に絞られたんだけれども、その面接の時にノーメイクで来る人初めてですって言われたの。私ノーメイクで行ったから。だからみんながもうパキッてやって髪の毛もすごくてボディコンシャスでヒールでジーンズショートパンツで着てる人たちの中でノーメイクだったから言われたの。メイクしてませんよねみたいな。メイクしないで面接の人すごい珍しいとか初めてですみたいな。いやリップクリーム塗ってたんですけど緊張して舐めてたら落ちちゃったんですすいませんっていうのが面接のスタートだ。そうなのね。私たちちょっと変わってたんだよね。多分ちょっと違うタイプだ。ちょっとね、その当時1000人とか、本当にハガキを出した人のレベルから言ったら数千人でしょ。3000人とかからこの2人が選ばれたっていうのは時の運みたいなねのも人間が人間選んでるからなんだけど、私も似たようなことがあって、当時ね伊勢丹がねすごく流行ってたんだけど、写真証明写真そう写真館行った？いや間に合わなかった。その存在を知ったのは2年後ぐらい入社して2年後にそこでみんな撮ってるってことを知って、私はだって写真が間に合わなかったの、その履歴書に出す。だから家の前でこう撮ったこうやって母が撮った直立不動みたいな直立不動こうやって撮ったのが全身写真で、それを入社した後に上司から「あの写真は衝撃的だった」って言われた。だからみんなが伊勢丹の写真館で加工もしてくれたんでしょ。
多少はね、なんか今みたいだからな今みたい技術はないのないけで、肌の色を整えるとか、いろいろポージングとか、綺麗にして私は、ね、お金がないっていう理由で取れなかったの。もう超貧乏学生だったから、伊勢丹2万円だったの当時。高い。そう、それ証明で、写真でそう、だからまあ全身で綺麗にちゃんと綺麗に撮ってくれポージングとて、ほぼほぼ落ちるだろうに、なんでそこにって思って、私は玄関の前で撮ってくれる母もいないので、友達と遊びに行った時のワンショットの写真ないかなと思ったら、神戸のメリケンパークって書いてあるやつであったのよ。うわ、これワンショットじゃんと思って、でメリケンパークって貼ったのね、そしたらめちゃくちゃ目立ってたって言われた。あ、じゃあこれ初めて聞いた。同じだから多分同じだからこいつらふざけてんのかっていうのが多分このレベルが2人だが。私も本当にあれはびっくりしたって言われた。あの写真はびっくりしたって。そう玄関前だから。だから同じメリケンパークと玄関前が多分2枚衝撃的な写真でなんかね、避けられたんだろうね。バーって見ていくとやっぱり伊勢丹素晴らしいのよ。だって素晴らしいんだけど、素晴らしいのが並んでくると普通になってくるじゃん、それが。だからそこにメリケンとか玄関がいると、いやだから小学1年生じゃないんだからみたいな写真とかで玄関前でランドセル背負ってますみたいな。だから逆に興味を持たれるというか、会ってみてもいいねぐらいのレベルでしょ。いやだからこの人たちは何考えてんだろうと思ったんじゃない？戦略的なのか何も考えてないのか、どっちやる気あんのかないのかみたいな。そう、あ、でも当時はフジテレビはある意味飛ぶ鳥落とす勢いじゃない、そうだから余裕があったんだよね。あ面白いじゃんこいつらこいつらちょっと会ってやってもいいよぐらいの。全然保守的じゃなかったと思う当時は。私もだって思うもの、あの年だから入れたの。きっとアナウンス試験って受かる人はいろんなところ受かるっていう印象があって、でも私はあの年のあの時だったから入れて、翌年とか前の年だったらもう全然多分その写真でふざけてるで、それは私もそう、同じ同じ。あ、でも写真の話は知らなかった。あ、じゃあやっぱこの2人が人事に言われて「お前だけなんかメリケンパークとか載せてんじゃねえ」とか言われて「だってそれしかなかったんです」しかもコート着てるから全然わかんない全身なんですけど「いやわかんないよコートじゃ」って同じだから面接も似たような感じだもの私は。ね、そう、フジテレビ何の番組が好きですか？見たことがないんでわかりません。でよく撮ったよね。だから面白いじゃんって、多分ちょっと遊び心で本当なんか余裕があったね。会社もすごく勢いもあったし、フジだけじゃないよ。もうみんな各局ね。アナウンサー時代のなんか本音とかいろんなエピソードをちょっとお聞きしたいです。なんか初めての本番とか失敗したこととかある？でも初めてって天気かな？天気だと思う。本当に一人で何かやったのはフジテレビ当時川田町というところ、そこの屋上からの天気予報。そうね。夕方。いや一人回ってくるんですよ。スーパータイムね。っていう6時からのニュース番組の最後6時55分ぐらいに天気が入るの。ね。でそこが屋上からで、中継も行った？中継はいっぱい行ってる。だよね。だから本当に大雪の時にわざわざ雪山に中継に行って、でもうこうやって傘さしてももうダメな感じで本当に私とかは大雪だから、しかも山の中で中継で安藤優子さんが「じゃあなんとかさんの中村さん」って画面切り替わってもう雪で画面真っ白みたいな。でカメラホワイトアウトこうやって磨いて「ではーい」って言うんだけど、もうすぐ雪で真っ白になるみたいな、そういう中継とかあったよね。私は台風だった。それがでしょ。や犬吠埼っていう、もうだからほらそういうところについてかれるにわざわざ行って、今はね危ないから今やらない、そういうことは絶対しない。だから各局やってた。多分 NHK もやってた。そこ人住んでませんよねっていうところにもう岬の突端にいてブワーってなってるところに私は今そうもうほぼ叫んでるのよね。なんなら危ないよねっていう。だから今はやらない。もうヘルメットをかぶって部屋の中で安全な場所から中継。いや部屋の中にヘルメットいらなくないって思うんだけど部屋の中でもうなんかそういう感じ。すごくだから今コンプライアンスなんだけど、私たちの頃はもうだから本当に昔話だけど時代捕まりながら私はそうもう傘とかもこうなりながらもうっていう。でもそれが逆にそうやって見てる人が今すごい状況なんだって分かったりする。この人だけだけどね共有するというか、でもそういう時代ね。そう、
いや楽しかった。でももちろんちゃんとそういう安全性とか確かめながらやってたとはいえ、まあいろいろ笑いや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 、いや面白かったなと思って。面白かった。本当に仕事をしてて面白かった。ロケいろんなとこ連れてってもらって、私すごく楽しかったのは、たかが天気中継でも、茨城とかそう群馬とかすごい結構遠いところ行くのよ。今って行かないの？いやー、まあお天気キャスターの方はいらっしゃったりするけど、うんうんアナウンサーあんまり行ってる感じはしないよね。でもあの時は例えば旬の何々が美味しいところっていうと、そこまでわざわざロケバスで行って、そこで本当に2分とか1分の天気予報のためにすごい照明立てるんだよね。照明立てて、で中継車と一緒に行ってっていう。花畑とかさ見せたいじゃそうんめちゃくちゃ立てて照明で花畑の真ん中で中継するのもお花に囲まれてとか。すっごいお金かかってたよね。私やっぱミッキーマウスと中継した時は泣きそうに嬉しかったけど、ミッキーマウスたちが横で頑張れ頑張れってミッキーマウスが中継中にこうやって来てくれるともうはーって言って中継してた。だから楽しかった本当に。ね、なんかロケバスで帰りにさみんなでさなんだっけファミレスみたいなとこでね、そうだよね。ね行って大きなファミリーレストランにみんなで寄って、楽しかった。そういう技術スタッフの方とかと、私必ず和風ハンバーグステーキ。いやそれは覚えてない覚えてないよ。楽しかった、そうそれが新人の頃。そうそうそうまとめたね。新人の頃です。新人の頃です。そう佐藤は本当にすっごい多岐にわたって報道もやってるの。でもドラマにも出てるの。でバラエティもやってて、すごい海外のリポートも行ってて、すっごいいろんなことやってて。なんでかっていうと私帯がついてなかった。結構帯が。私はもう帯番組があって。やっぱねもう帯を月曜日から金曜日まで持ってる人はやっぱりもう縛られちゃうんだよね、曲にね。どっか行きたくても、長期の海外出張とか行けないじゃん。行けないね、帯もたまにはやってたんですけどない時期も多かったからいろいろやらせてもらった。2人がアナウンス室で一緒になることの方が少なくって、例えばそれぞれが帯番組やってた時も時間帯が違うからもうすれ違ってる感じだし、逆に佐藤がそうやっていろんなところに行ってる時私は局にいるけど、彼女はもういつもなんか2週間とか出張でいないの。どこどこロケとかいろいろ行ってね、いろいろ行ってる。だから本当にアナウンス室にいてもこう一緒にいるっていうことがあまりない。そうでもう朝の番組夕方の番組、夕方以降の番組だったから、私が遅い時は夕方4時か5時出社でもういないんですよ全然。かもう次は夜の収録とかに行ってて、スタジオにいるからもうノーリターンでしょ。ノーリターンでそのまま直帰でそのスタジオからお家に帰っちゃうから。特に後半 7,8 年しかいないんだけど、後半は本当合わなかったよね。合わなかった。本当に合わなかった。またねとわーっとわーわー何今日は何みたいな感じで、ああじゃあちょっと今度またみたいな感じで、もうでもそれぞれが担当番組が違うし、アナウンス室ってなんかおしゃべりするというよりはもう戻ってきて荷物置いてすぐスタジオとかすぐ取材とかっていう感じだったから、ね、いる人と喋るって感じ。そうそうそうね、そこにいる人と喋る。そういう感じだったね。楽しかったかな。本当に楽しかった。もう毎日違ってた。業界の常識とか暗黙のルール。だっけ。どういうことだ今日。お休みは有給とか申請したことある？ないよ。ないよね。だそういうこと。で私辞める時も消化もせずにだよね。私ももう結構でございます。もういいです。もう何もいります。自分たちの例えば後輩のことを考えたらちゃんとやった方がいいんだけど、私たちは多分自分のことしか考えない。めんどくさいみたいな。いいです。そう自分のことしか考えてないんですよ。めんどくさい。でも自分のことしかもうそういう申請とかめんどくさいからもういらないってね。いやでそういう時代も時代でギリギリで、で今はちゃんとそういったその権利でちゃんとそういうのを紹介してそうした方がいいし、するべきだし、だからいろんなことがすごくやっぱり違う時よね。だからさリゲインの CM やってたでしょ。24時間働きますからでしょ。24時間戦えますか。音程がごめんなさい。全然違うよ。まさにそれよね。そう働けるんだったら倒れるまで働くみたいないうのがなんかかっこいいっていう時代。かっこよかったし、みんなそれをいや大変だ嫌だって言いながらも武勇伝そう楽しんでやってたっていう時代だから、今そうよね。24時間働けなんてもう無理だからなんかコマーシャル変わったよね。
あれがあまりにもその金字塔を打ち立てたコマーシャルだったから、でも戦えますかって戦っちゃいけない時代に24時間なんとかっていう。楽しめます楽しめますかなんだ。そうだからははんそうきたかみたいな戦わず楽しむみたいな、ね、楽しかったらいいのよきっそういう感じなんだ。と。戦って辛いのはダメなの。ダメなのよね。おいくつなんですか。95年まで。ほらほらでしょ。びっくりするでしょ。ある意味埋めるよね。そう私たちねそう埋めるね、娘世代ってそうことよね。娘世代。おお、そうなんです。そんなね、白亜紀みたいな時代があった。でももう本当お休みとかもなかったし、残業とかもすごくしてたし。残業ってなんだっけって感じだよね。とかもう何時間とかカウントはなくって。アナウンス室はなかったんだなかったよね。だなんとなく。なんか長くいるって。なんとなくそのいわゆる上司の采配で帰っていいよとか、なんかそんな感じ。いやでもオファーがあってのお仕事だったじゃない。だからオファーがあるっていうのはありがたいよねみたいな。だからお仕事をいただけるというのがありがたいという感覚だったし、その当時はアナウンス室に大きなホワイトボードがあっても一番上の上司からドワーッとこう名前が書いてあって、その横に余白があって、その余白にみんな今日お休みとか有給とか半休直帰どこどこスタジオメイク室とか、みんなその自分の行き先をまず書き込んでたでしょ。いやそう絶対今ないと思う。今はもうこう LINE とかで共有とかじゃないのかな。でもなんかやっぱりパッと見て誰がどこっていうの見えるのはいいかなと思うんだけど、でもなくなったかもしれない。でも私たちの時はそのホワイトボードに自分で書き自分でなんとか打ち合わせとか、あと勤務がつくと黄色い紙があって勤務表がそこにこうやってマグネットでプンってつけられてる。いやすごい時代だよね。手書きでメモが貼り付けてあってそれ落ちたらどうすんのみたいな。でたまにメモがすっごいいっぱいいっぱいついてて全然そのメモをピックアップしてない方とかいらっしゃるでしょ。そうだっけ。5、6枚こうやって束になってこう。いやそれめちゃくちゃ忙しい人なんじゃない。あ、そういうことか。私ただ単純に取るのが嫌で。いやそれはさすがにないんじゃない。社会人としてじゃそう忙しいとかどっか行っちゃってるとか、そう出張中の方とかにはそう。いやそうだったね。あの時代に私たち戻ったらどうなるんだろう。私たちはそのままでやるんだけど。そのままでやる。だけどもしその時代に行ったらどうなるんだろう。お休み欲しい。あ、本当ちゃんと主張するお休みくださいって。そうなのよ。だから本当に今は例えばそのお仕事がいただけるありがたいっていうんじゃなくて、このお仕事来てもいや私この日何々がありますからちょっと受けられませんっていうのが普通のやり取りみたいな。そうなんだね。あるいは自分があんまりこう気乗りがしないみたいなものも申し訳ないけれども、気乗りしないなんてこともあるのね。おおすごい。でそこでやれって言えないじゃない。それパワーハラスメントになるからすごくシステマチックに、平和は平和だよね。でちゃんと言いたいことも言えて、だから不満を持ってやるんじゃなく、そうだからまあいいんじゃないかしら。なんか私たちはほらもう不満があったってもうこれも仕事ぐらいの体験しなきゃぐらいの感じで。そうだよ。だからこんな話絶対できないんだけどさ、テレビでね。あ、テレビでね。そう私ドッキリした今すごい。そう私は中継の時に今回は YouTube コラボということで中村江里子さんの YouTube これと近藤佐藤の里芋の YouTube が同時配信。ほぼ同じような時期に配信をされます。でこれからは江里子なんと素敵な着物に佐藤と一緒に挑戦していただきたいと思っていますので、ぜひそれもめちゃくちゃ素敵なお着物屋さんにお連れします。楽しみということで皆さん引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。